こんにちは、プリンセスモナコです。今日はね、ザワークラウトを作りたいと思います。ドイツのね、ドイツの発酵食品みたいですよ。ドイツのキャベツの保存食品。キャベツをね、保存しておくのにね、発酵させて保存しておくんですって。そしてね、ウインナーとかソーセージとか食べるときにね、一緒に食べたらいいんですって。というわけで、キャベツの保存食品、ドイツのザワークラウトっていうのを作ります。これキャベツ1個です。キャベツ1個。今日ね、キャベツ買ってきたんですよ。キャベツがね、とても安かったの。こんな大きいの98円。98円。これ1個もう千切りにしたんですけど、2個買ってきてね。2個でも200円ならなかったんですね。そして全部千切りにしたとこですよ。キャベツ1個が2キキャベツ1個が、2キロで、塩がね 40g。2キロで40ね。40g っていうことは、これ15だからね。塩入れていきます。30でしょ。そして小さじ 5g2 つ。これで塩入りました。塩入りました。そして揉んでいきますわ。ちょっと水分が出るまで揉んで、水気が出るまで。こうか、こう水気がなんか変？水気が出るまで、これでどうでしょう。水気が出るまで揉んでいきます。おっと、揉みづらい。そしてね、よいしょ、容器に入れて、次の日になったらもう水が出て、もう5日もしたら食べれるそうですよ。発酵だからね、どんどんブクブクと泡も出てくるんですって。よいしょ。私このザワークラウトをね、カレー屋さんで食べたことあるんですよ。その時はキャベツの酢の物だと思ってましたわ。このザワークラウトやったんですね、今考えると。美味しかった、美味しかった。よいしょ。カレーの付け合わせにね、福神漬けの代わりに出てきたんですね。発酵食品だから乳酸菌もいっぱいあるから腸にいいですよね。っていうか健康にいいっていうか体にいいね。何ヶ月も持つみたい。やっぱり保存食品だからそうだわね。それでも毎日食べてたら、健康にいいから。発酵食品は健康食品ですもんね。よいしょ。こうやって揉み方はどんなんでもいいんですけどね、こうやって水分が出るまで揉んでいくんですって。そしたら傘がだいぶ減るわね。もうだいぶ減ってきたけど。そうしたらキャベツない時でも保存食品のキャベツを食べればいいですもんね。
なのと違ったまた栄養素が出るよね。発酵だから余計いいかもしれない。そしたら最初はしょっぱいんだけどね、だんだん酸っぱくなっていくんだね。発酵してきてブクブク泡が出てきて、酸っぱくなったら食べるんだ。食べましょう。あ、だいぶ水気が出てきて、傘はこれで半分に減ったかな。でも千切りにして塩入れて揉むだけだから結構失敗しないですよ。はい。まあ力仕事かな。はい、これでどうでしょう。これを容器に入れて発酵させましょう。はい、したかな。ではしたかな。容器に入れるんだけど、容器に入れるんだけど、この容器に入れよう。キャベツがね、揉んだらもっと少なくなる、かさが減るかと思ったらそうでもなかったね。なのでこれに入れ直そう。練習のためにちょっと前にした。よいしょ。これをこっち開けて、よいしょ。ここに入れていきましょう。これ残ってんのはね、キャベツ、さっきちょっと練習してたので大丈夫ですよ。これ同じだから。ここ入れていきます。よいしょ。ああ、ちょっとひどい。入れ方がひどいね。下手。入れ方がとても下手。よいしょ。ちょっと入れていって、やっぱりキャベツ1個は、あのキャベツはちょっと多かった。そしてここはちょっと空気を抜くようにして押しながら、よいしょ、入れますよ。空気を抜いて、多少余ってるからこれも入れますわ。これね、今の前ちょっと前にした練習のためにしとったので、
これも足します。同じなので、キャベツなので。よいしょ。そしてぎゅぎゅ。あ、泡出てきた。汁ね。よいしょ。見えます？汁出てきちゃった。よいしょ。そしてね、これで蓋します。ラップでするよりね、葉っぱでした方がいいみたいなので、よいしょ。空気が触れないように、よいしょ。もう一枚しとこう。あるので。押して、泡出てるね。はい。これで時々味見しながら、もう水分上がってくるからね。なんかぐちゃぐちゃになってぐちゃぐちゃだよ、ちょっと。よっしゃ。あ、できたできた。はい。押して空気入れながら入れましたよ。もう水上がってきてる、ほら。ぎゅうぎゅっと押してね、空気入れながら詰めましたよ。で、これをちょっと様子見ながら、最初はしょっぱいけど3日ぐらいからかな。酸っぱくなったら食べれます。保存食なのでね、発酵食品だから腸にはいいね。ということで、今日はドイツの保存食品ザワークラウトを紹介しました。腸に良くてね、乳酸菌もいっぱいなので、お肉とかにね、合わせて食べたらいいと思います。はい、そういうことでした。よしじゃないわ。はい、プリンセスモナコでした。今日も見ていただいてありがとうございました。